皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカのトランプ政権がアメリカにある中国の総領事館に対して閉鎖を要求するというニュースが流れています。結論からすればこれは、米中の冷戦構造の中においてその戦いの激しさというものがもう一段階上がるような出来事です。私は米中冷戦そのものはまだまだこれからも続いていくと考えていますが、今回の件を捉えて、これはホットウォー、つまり開戦への下準備であるというような解説をされる方もおられます。しかし私はそれは言い過ぎだと思います。なぜならば、2017年から2018年にかけて、同じくアメリカはロシアの領事館に対して閉鎖を要求しています。しかし現在に至るまでロシアとアメリカが開戦したなどという大ニュースは流れていません。このような過去の事例から考えて私は、総領事館に対する閉鎖要求というものがイコール宣戦布告やもしくはそれに準じるようなものではないと考えています。そこまでの激しさというものはないにしても、これが米中冷戦構造における一つの大きな出来事であることには変わりはありません。それでは総領事館の閉鎖要求に関する関連ニュースなどを見ていきましょう。アメリカ、中国領事館の閉鎖要求、中国は対抗措置の構え。アメリカ国務省のオルタガス報道官は22日の声明で、中国政府に対して南部ヒューストンの中国総領事館を閉鎖するよう要求したことを明らかにした。中国外務省の汪文斌報道官は22日の記者会見で、アメリカが中国に対して一方的に始めた政治的な挑発だと非難しており、対立が先鋭化している米中の新たな火種となるのは確実だ。オルタガス氏は閉鎖要求について、アメリカの知的財産とアメリカ国民の個人情報を守るためと説明した。また、別の国務省報道官は、中国は長年にわたりアメリカ政府当局者やアメリカ国民に対し、アメリカ本土で大規模なスパイ活動や情報工作を展開してきたと指摘し、閉鎖要求は中国の違法な工作活動に対する事実上の制裁措置であるとの認識を示した。閉鎖要求は21日に突然通告された。中国国営メディアは、アメリカ政府が24日までの72時間以内の閉鎖を求めていると報じている。王氏は、アメリカ政府が要求を撤回しなければ、中国は必ず正当な反応をするだろうと述べ、報復措置を取る構えを示した。王氏は報復措置の内容に言及しなかったが、ロイター通信は関係者の話として、中国が湖北省武漢市にあるアメリカ総領事館の閉鎖命令を検討していると伝えた。中国共産党機関紙人民日報系の環球時報はロイターの報道に関し、政府側の確認が得られていないとする一方、中国が香港のアメリカ総領事館を閉鎖する可能性があるとの識者の見方を伝えた。ヒューストンからの報道では、総領事館の中庭では書類が焼却されていることが判明し、消防が出動したが、館内への立ち入りを拒否された。王氏は、総領事館の業務は通常通りに行われていると説明した。こちらが問題となっている中国総領事館の様子です。この中庭で書類が焼却されているという映像がインターネット上では流れています。中国の領事館の中にアメリカ人が入ることは当然できません。そのため、焼却作業はそのまま続行され、最終的には職員らがその消火作業などを行い、後始末を終えたようです。アメリカによる中国のスパイ狩りについては、水面下で行われているものではなく表面上にも現れています。アメリカ、中国人ハッカー2人起訴、11カ国で大量窃盗、コロナ研究も標的。アメリカ司法省は21日、新型コロナウイルスの治療薬やワクチン開発に関する知的財産や国防機密などのデータをアメリカやイギリス、日本など11カ国の企業から大量に窃盗したとして中国情報機関の国家安全部に連なる中国人ハッカー2人を起訴した。起訴状によると2人は国家安全部と契約を結んでおり、約10年前から多様な企業のネットワークに侵入。医薬品や医療機器、がん研究、ハイテク製品、土木建築工学や造船、人工知能などに関する先端情報を盗み出したとされる。新型コロナ関連では今年1月と2月、ワクチンや治療薬の研究をしていた東部メリーランド州とマサチューセッツ州、西部カリフォルニア州のバイオ企業のネットワークに侵入を図るなどした。
標的となったのはアメリカに加え日本や韓国、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ベルギー、リトアニア、オランダ、スペイン、スウェーデンの計11カ国に拠点を置く企業、香港の民主活動家やチベット仏教最高指導者ダライラマ14世の事務所も被害を受けた。日本関連ではゲームソフトのソースコードや高性能ガスタービンの図面、医療機器の設計データなどが盗まれたとしている。起訴された2人は中国成都にある電子科技大の元同級生、中国国家安全部から標的の選定や侵入方法などに関し指示を受け、ハッキングした情報を安全部に提供していたという。途中、職員が書類を焼却しているという場面についてご紹介しましたが、このことから一つわかることがあります。それは総領事館に対する閉鎖要求という情報は事前には漏れていなかった可能性が強くあります。事前に情報をつかんでいるとすれば、このような形で急いで焼却するなどということはしなかったでしょう。少なくとも消防車が駆けつけて中に入らせてくれといったような騒動にはならなかったはずです。さて、それはそれとしてアメリカ側の指摘はこの総領事館というのが工作機関のいわば現地出張所になっており、アメリカの企業や政府職員もしくはアメリカにおける個人の情報を抜き取るために活動していたのではないかと指摘されています。私は関連ニュースとしてハッカーの話題を取り上げたのですが、このようなアメリカから情報を抜き出すという行為そのものは国家戦略として中国が推し進めています。これは何も私の勝手な解説ではありません。なぜならば中国は国家としてそのような制度を持っているからです。アメリカの企業などが中国に進出する際には合弁企業などを作ることを課しています。そのように合弁企業にすることによって中国人が経営に携わることができるようになり、そしてアメリカの企業の情報というものを中から奪い取るということが制度として可能になっているのです。そのように中国共産党は先進国から情報を抜き取るということに一切ためらいがないわけですから、そのための施設として総領事館が利用されているというのは非常に自然な流れなのです。そのためアメリカにある中国の施設というものは、例えば中国の留学生やもしくはすでにアメリカに住んでいる中華系の住民などに対して中国共産党の意向を伝え、彼らと中国本土の中国共産党との間の連絡の橋渡し役をしているのです。このこと自体は昔からアメリカ側も何度となく指摘したことではありますが、今回のように総領事館を閉鎖に追い込むようなことまではしていませんでした。企業情報を盗み出している人物やもしくは団体などについて、これを摘発するなどといった末端部分についての対応というものが主であり、中国共産党本体に対する制裁というのは控えめであったと言うべきでしょう。しかし今回の件を見ればわかるように、トランプ政権は米中冷戦の戦いにおいて引くことはなく一歩前へ踏み出したのです。なぜならば今回の措置には必ず中国側の報復というものが起こって当然だからです。しかしそのような報復が行われるのは前提条件としてもはや飲み込んだから一歩踏み込んだのです。一方こうした米中冷戦の戦いというものが激しさを増しているのが明らかな状況の中で、日本が何もしていないように見えるのは非常に残念なことです。例えば中国の大使館や総領事館、そういったものについて日本側が何か制裁を科しているかといえば科しているわけではありません。また工作機関の一つとして非常に有名な孔子学院などについても日本国内においてはこれらを追放処分するようなそうした動きなどは起こっていません。また国内におけるスパイ活動についてこれに網をかける対スパイ法などの制定などについても未だに話は全くないように私には見えます。恐ろしいのはこうした守りが全くできていないという非常に危機的な状況にもかかわらず、与党にしても野党にしてもそうした危機意識の表れというものが一切見られないことです。日本政府の機密情報やもしくは日本企業の持っている機密情報、これらについて盗み出すようなスパイ活動に対してただの窃盗罪などで対応するというのは明らかに間違いでしょう。アメリカが自国の利益を守るために戦っているこの姿こそ日本は見習うべきものです。これら日本を守るための法律、組織、それらを整える政策というものは絶対に必要だと私は考えています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。